バイザック TR2 ビグウィング。バイザック TR2 は BL85X 計画と呼ばれるモビルスーツが携行可能な超長距離射程のビームキャノンの開発に加えて、機体とビームキャノンを運搬する推進機やオペレーションシステム、高出力、高火力を制御するシステムの研究、それらをテストする試験機として開発された機体がバイザック TR2 ビグウィングである。開発主任はテオドロ・ウルバーニが務め、テストパイロットには T3 部隊のカール・松原が選出されている。 TR2 の TR は試験機におけるトライアルナンバーを表しており、 TR 計画に属する TR1 から TR5 までのナンバリングはそれぞれ試験1号機、試験2号機などを意味している。 TR1 から TR5 までのトライアル機にはそれぞれ特徴ともいえる異なったコンセプトが与えられており、新技術の実験にはそのコンセプトに適したモビルスーツが選出され、実験部隊である T3 部隊に次々と配備されている。その中でも TR2 のベースにはグリプス戦役初期に最新鋭機であった YRMS106 ハイザック先行量産型が選出されている。このハイザックが採用された背景には、これまでの連邦系量産モビルスーツであるジムシリーズに比べユニット交換が簡易的であり、機体外部に露出している動力パイプをつなぎ替えることで高出力を必要とするビームキャノンにエネルギー供給を容易に行うことが可能であることなどが TR2 の設計コンセプトに適していたからである。 YRMS106 ハイザック先行量産型。ハイザックはアナハイムエレクトロニクス社が開発した量産型モビルスーツであり、運用試験機として T3 部隊に配備された先行量産型は MS11 アクトザクの機体構造や装備をベースに開発されている。一年戦争終結後、ジオン最大手のモビルスーツ開発企業ジオニック社を吸収したアナハイムエレクトロニクス社は、ジオン系モビルスーツの技術力とモビルスーツ開発のノウハウを最大限活かし、旧ジオン軍の名機ザク2を彷彿とさせる外観だけでなく、内部構造や生産性などが非常に高いモビルスーツとして完成している。またビーム兵器の運用に加えて、量産機としては初となる全天周囲モニターとリニアシートを標準装備しており、あまりにもザクを連想させる外観からティターンズ内では不評であったが、その性能の高さと組織の拡大に伴うモビルスーツの量産が急務とされたため、結果的には正式採用を余儀なくされている。なお評価試験機として T3 部隊に配備された先行量産型はティターンズカラーであるダークブルーを基調としたカラーリングになっているが、ティターンズ正式採用機はあえて旧ジオン軍のザクを連想させるグリーンを基調とするカラーリングになっており、ジオン残党勢力に対する心理的動揺を誘う仕様になっている。武装はアクトザクの装備をベースにヘイズルと同型の E パックを採用したビームライフル、右肩部に固定されたシールドを装備。このビームライフルは T3 部隊での実戦データの収集・検討が行われた後に、その改良型が RMS108 マラサイなどの機体に採用されることになる。またこのハイザック先行量産型が後に開発されるハイザック正式採用機や RMS106CS ハイザックカスタム民間使用機となる RMS116H ホビーハイザックなどのベースとなっており、これらのバリエーション機の始祖といえる機体になっている。なお資料によっては一年戦争後、アナハイムエレクトロニクス社が関与する以前に地球連邦軍が独自に開発した RX106 ハイザック試作型がハイザック系列のプロトタイプとする資料も存在しており、このハイザック試作型の各パーツを量産型用に向けて形状変更し完成した機体がハイザック先行量産型という設定も存在している。 YRMS106 プラス BL85X バイザック TR2 ビグウィング。前述の通りモビルスーツが携行可能な超長距離射程のビームキャノンに加えて、機体とビームキャノンを運搬する推進機やオペレーションシステム、高出力高火力を制御するシステムの試験機として開発された機体がバイザック TR2 ビグウィングであり、ロングレンジビームキャノンを中心とする BL85X ユニットをはじめ TR2 用に開発された特殊なユニットの数々が各部に採用されている。脚部にはプロペラントタンクと推進機が一体化したスラッサーユニット脚部ブースターを搭載。長距離砲を使用する際に機体を固定するアームクローや着陸装置であるランディングギアなども内蔵しており、 TR2 とは完全に独立したこのユニットは容易に着脱可能なため、別ユニットへの換装も行うことができる。左肩部は
ハイザックで採用されていたスパイクアーマーは取り外されており、ロングレンジビームキャノンを機体に固定するためのロッキングアームを支障しない仕様になっている。さらに右肩部には TR2 専用に開発された姿勢制御用バーニア内蔵式のシールドを搭載。このシールドは右肩部以外にももう1機搭載されており、ロングレンジビームキャノン展開時に無防備となる本機を守るためのシールドが砲身を通す形で中央部に装備されている。試作型高出力ロングレンジビームキャノン、ビグウィグキャノンとも呼ばれるこの装備は遠距離狙撃を目的に開発された試作型兵器であり、戦艦の主砲以上の火力をモビルスーツに持たせ、射角の自在性と機動力の両立を目指したこの兵装は、戦場でのこれまでの常識を大きく変えるとまで言われ、後にメガランチャーへとつながる装備となっている。その威力と射程は一般的なモビルスーツ兵装をはるかに凌駕し、発射口の口径自体はビームライフルとさほど変わらないが、砲身を長く知ったことでメガ粒子の収束率を高め、威力を激減させることなく高精度の命中率と射撃を行える仕様であるとともに、砲身の中央部には高性能センサー内蔵式の光学照準器を搭載。高出力のビームを放射した際には砲身が異常なまでに加熱するため、連射性は皆無に等しいが高性能の冷却システムを内蔵している。また高出力ビームを生み出すための仕様として、バイザックに内蔵されたジェネレーターに加えて、背部にはもう1機分の外部ジェネレーターを搭載しており、いくつもの動力パイプを介して外部ジェネレーターとロングレンジビームキャノンが直接つながれている。余談ではあるが、2機分のジェネレーターを積んでいるためバイザックという機体名が与えられている。 ARZ124FV2 ガンダム TR6 ファイバー2レジオン使用機。ファイバー2はグリプス戦役時代 T3 部隊でのテスト運用によって完成した RX124 ガンダム TR6 ファイバー2ティターンズ使用機と、グリプス戦役終結後にティターンズ残党軍によって火星に持ち込まれ、火星へと逃げ延びていたリレン派が組織するレジオンによって完成を果たした ARZ124FV2 ガンダム TR6 ファイバー2レジオン使用機が存在している。この2機の主な違いは、コアモビルスーツとなる機体がティターンズ使用機ではガンダム TR1 およびガンダム TR6 を使用し、レジオン使用機では ARZ125 リハイゼを使用しているところにある。ここでは後者となるレジオン使用機を中心に解説します。決戦兵器ガンダム TR6 インレの上半身部を構成するユニットである本機は、レジオン内ではインレの翼とも呼ばれ、進行制圧兵器システムというカテゴリーに属すとともに、超音速進行による敵陣への一点突破と圧倒的な火力、搭載された戦闘ユニットキハール2による空間制圧能力によって敵基地の制圧を目的とした機体として完成している。ベースとなった機体は TR 計画の1機である ORX005 ガンダム TR5 ファイバーをベースに開発されているが、主兵装であるビグウィグキャノン2はバイザック TR2 ビグウィグでテストされたロングレンジビームキャノンの完成形であり、 TR2 と TR5 の組み合わせによって完成度の高い機体として仕上がっている。ファイバー2最大の特徴は、機動兵器に弾道兵器の特性を持たせたところにある。超音速進行による敵陣への一点突破という開発コンセプトは、モビルアーマー形態となったファイバー2を弾道ミサイルの先端に乾燥させ、拠点から弾道軌道へと打ち上げ、敵陣をピンポイントで突破、主兵装となるビグウィグキャノン2をはじめとする大火力で殲滅するという運用方法によって達成している。それはモビルスーツ、モビルアーマーの高い誘導性能と命中精度、弾道兵器の長射程が融合するという互いの欠点を補い合うことで完成した形態といえる。ファイバー2の機体構造。モビルアーマー形態時の機種を構成する胴体ユニットは、モビルスーツ形態時にはファイバー2の機体下部を構成し、コアユニットにはガンダム TR1 や TR6 ハイゼンスレイ2ラーリハイゼを搭載可能となっている。この胴体ユニットはジェネレーターや大気圏突入用の冷却ユニットに加えて、装甲内にウェポンコンテナが内蔵しており、複数のウェポンコンテナが用意されているため、任務に応じて換装可能な仕様になっている。機体の上部に位置する複合バインダーは、メインブースター、アイフィールドジェネレーター、機関砲などの各武装で構成される攻防一体型の複合兵装であり、左右に搭載されたアイフィールドジェネレーターを中心に、上下2枚の大型バインダーとサブバインダーが TR 計画で
開発された万能軸受けドラムフレームを介して接続され、各ユニットはフレキシブルに稼働。上部の大型バインダーはキハール2を最大3機まで搭載可能な懸架装置の機能を有し、下部の大型バインダーはプロペラントタンクを内蔵するメインブースターの役割を担っている。この大型バインダー4機とサブバインダー2機をフレキシブルに稼働させることで高い機動性と運動性を獲得。さらに大型バインダー前部には迎撃用の積極的防御兵装優先スプレッドビーム砲台を内蔵し、アイフィールドとの併用によって極限まで高い防御力を発揮することができる。弾道軌道による敵陣突破と音速進行の解説。ファイバー2による弾道軌道からの敵陣への一点突破をさらに詳しく解説。大陸間弾道ミサイルといわれる ICBM などの弾道兵器の特徴は、探知困難な遠距離から迎撃不能な超高度へと射出され、超高度からの落下を利用した速度で目標地点に達するという破壊兵器であり、宇宙世紀においてはこの弾道兵器の特徴をモビルスーツに与えるというコンセプトのもと開発が行われている。その完成形として誕生したファイバー2はインレのゆりかごの異名を持つ大型ブースターを装着し打ち上げが行われる。この大型ブースターはファイバー2に匹敵する大きさを誇り、内部には兵器やモビルスーツを搭載可能な大型の格納スペースを有し、目的地までの輸送も可能になっている。大型ジェネレーターと大量の燃料を搭載しているため、長距離ミッションや惑星間航行用としても運用可能で、ホバリングユニットによって対空しつつ味方機の支援も想定された構造になっている。モビルアーマー形態に大型ブースターを装着し打ち上げられると超高高度まで達し、弾道軌道で敵陣へと突入。落下の速度を利用した超高速によって対空兵器などでは迎撃困難となり、打ち上げから目標地点まで弧を描くように急速に加速。敵拠点上空に到達後、モビルスーツ形態へと変形し搭載したキハール2を展開。ファイバー2とキハール2によるピンポイント攻撃によって短時間かつ被害を最小限に抑えつつ敵拠点を制圧できる能力を発揮することができる。強化人間人格対応 OS バニス TR6 をはじめとする TR 計画で完成を迎えた機体の数々は万能化乾燥システムによってあらゆる任務戦況に対応可能な汎用性の高さと拡張性を備えるワンオフ機や量産機が誕生しているが、その反面万能化乾燥システムは波のパイロットでは制御が困難なほどの複雑性を有し、特に戦場で急増的に乾燥が行われる TR シリーズはシステムの制御運用するための統合オペレーションシステムが必要とされた。そこで開発されたオペレーションシステムが強化人間人格対応 OS バニスであり、正式名称は3号87式 OS 乾燥プログラムである。グリプス戦役時代に開発が行われていたとされるバニスではあるが、当時の TR シリーズに搭載されていたかは定かではなく、グリプス戦役終結後火星のレジオンが TR シリーズを掌握した後の機体に搭載されていることは確認できる。このバニスを開発する計画はオーバーザマインド計画と呼ばれ、実験体となった強化人間たちの心を戦闘を通してデータとして蓄積していき、強化人間の心そのものをモビルスーツに変換するという計画であり、このシステムによって複雑な機体制御や火器管制を行うというものである。バイザック TR2 ビグウィグで試験運用が行われ完成に至ったビグウィグキャノンはビグウィグキャノン2へと発展し、グリプス戦役の最終局面において未完成ながらガンダム TR1 ヘイズルアウスラのオプション装備ファイバー2として実装。未完成ながら圧倒的な火力と突出した戦闘能力を発揮し、後年にはティターンズ残党軍によって火星へと持ち運ばれ TR6 インレのメインウェポンとしてレジオン建国戦争でその力を振るい、たった1機で多数の敵機を殲滅するという活躍を見せることになる。以上、バイザック TR2 ビグウィグの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。